メンマの素を1週間ぐらい発酵させます。おお、メンマっぽい。皆さんこんにちは、ホモサピです。16年前の2007年4月、こんな噂が流行ったそうです。メンマは割り箸からできてるらしい。これはエイプリルフールに合わせたジョークだったそうですが、俺は案外いけるんじゃねって思いました。まず皆さんはメンマの原料は何かご存知ですか？あれはマチクっていう竹からできてます。そのままだと結構硬いんですけど、それを煮込んで乳酸発酵させてテロテロに柔らかくして無理やり食べるという、言ってしまえばイカれた食べ物です。そんなに強力な調理手順を踏むのであれば、わざわざマチク使わなくてもいいんじゃねっていうのが今回の成り行きです。だってほら、この割り箸竹だよ。原料一緒ですよ。ということで今日は割り箸からメンマを作ってみたいと思います。割り箸からメンマを作るんですけど、世界が滅んだら割り箸はなくなってしまいます。世界が滅んでもメンマを食べられるように、その辺の木の枝もメンマにできるか試してみたいと思います。これとかね、桜の木ですね。桜の木は煮て食うと結構桜の匂いがしていい匂いがするから、メンマにしたらうまいかもしれんな。硬いね。これ大丈夫かな。まあ、いくつか拾っていくか。これはクヌギの実ですね。カブトムシが大好きな樹液が出る木のどんぐりです。目の前のこれだ。ブナ科のどんぐりの木は本当にどれもこれもアクがめちゃくちゃ強いんで、かなりアク抜きしないと食えなそうだな。けどちょっと逆にその苦味がメンマのアクセントになる可能性も捨てきれない。これ1本もらってこう。なんかお前さ、木の枝としての芸術点が高いな。想像したまんまの木の枝。お前何の木か知らないけど、まあ毒ではないだろうから、お前もらってっか。この辺に生えてるやつは毒ないんでね。この木ですね、この木。皆さん白樺って知ってますか？山に行くと生えてるんですけど、ロシアでは白樺の木の樹皮の下の柔らかい部分を使ったお粥があるらしくて、言うなれば食べられる木なんですよ。これはクマシデっていう木なんですけど、白樺と同じ樺の木科の木です。その辺の適当な木の枝を拾っていくよりは成功率が高そうだ。一応食べられてるからね、海外では。これかな。柔らかいね。他の木よりだいぶ柔らかい。こんだけあればいいだろう。あとはコンビニで割り箸をもうちょっともらって帰ります。割り箸、桜、クヌギ、クマシでよくわからんやつです。まずね、こいつらを煮る。よいしょ。水を入れます。火つけます。通常メンマは発酵によってザクザクとして美味しい食感まで柔らかくなります。そう、通常はね。これはね、どうあがいても木の枝なので、発酵に頼り切るとおそらく発酵した木の枝ができるんですよ。だからなるべく本当にギリギリまで煮込みで柔らかくしなきゃいけません。とにかく煮る。水に色が出てきました。これはアクですね。渋みやえぐみの原因になるので、茹でながら抜いていきます。ちょっとかじってみます。クソ硬えわ。まあ分かってましたけどね。この程度じゃ太刀打ちできないのは。だって木だもん、これ。だからね、買いました。圧力鍋。大抵の食材はこれで煮込めばテロッテロになって歯がなくても食えるようになります。これで木の繊維の奥まで熱を浸透させて柔らかくします。普通の鍋でいけるとは思ってないから最初から。水入れます。スイッチをオン。ちゃんと圧力がかかってる。では開けていきます。癖があるタイプのラーメン屋さんのメンマの匂いがしますね。まあ見た目はそんなに変わってないかな。水捨てます。さあかじってみます。木ですね。桜ちょっと可能性ある。メンマとしてのポテンシャルを持ってる。かじってみますわ。桜いただきます。まずっ。ちょっとこれは以前クラレ先生たちとザリガニ醤油を作るときに使用したオートクレーブという器具で水熱合成っていう実験に使われる超絶圧力鍋です。普通水っていうのは100度で沸騰しますよね。でもそれは我々が普段暮らしてる1気圧である1013ヘクトパスカル条件下の話で、気圧によって水の沸点は変わります。よく登山で山の上では70度とかでお湯が沸騰しちゃってカップ麺が作れないよみたいな話聞きませんか？山の上は気圧が低いので沸点が100度より下がっちゃうんですね。あれは逆に圧力をかけていくと沸点が上がるんですよ。つまり100度以上の水温で沸騰します。だからさっきみたいな圧力鍋で煮ると食材は柔らかくなるんですね。このオートクレーブでは約 4.7 気圧、水温は150度くらいまで上げることができます。よいしょ。セラミックの筒の中に入れて反応させます。よいしょ。こちらに水を入れます。でん。水酸化ナトリウム。これを入れます。この取り方はダメです。適当にパラパラっと。
木っていう食べ物はですね、セルロースとヘミセルロース、そしてリグニンからできています。骨組みがセルロースで、それらをくっつける接着剤がリグニンです。この結合がとっても強固で、今それに苦戦してるわけですよ。この水酸化ナトリウムはセルロースを溶かしたり柔らかくすることができます。このオートクレーブを使った水温と水酸化ナトリウムの薬品の力で全力で軟化させたいと思います。で、蓋をします。それはもうがっちりとした蓋をします。なんでこんなにがっちりしてるかはね、後でお話しします。よいしょ。こちらに油を入れます。このぐらい温まればいいだろう。これを入れます。で、逃げます。じゃあ今からキッチン行ってオートクレーブを回収するんですけど、この器具を使うところで俺が一番嫌なのが死ぬんですよ。超高圧にしているわけですよね。しかも金属ボトルなんで、万が一にも爆発したら全てを貫通していくわけですよ。壁はおろかね、天井ですら突き抜けて人体なんて簡単に貫通します。いいよ、オッケー。なんか怖い音する。オッケー、ここにおいし、オッケー。恐ろしい。これで冷えてくれば常圧に戻るんで、爆発の危険はなくなりますね。こうか。下を押して。なんか汚ねえ汁が出てきた。いった。お？醤油だ。なんか醤油ができました、醤油が。醤油だろ。一旦流水で流します。こちらですよ、皆さん。なんか全体的に色が黒っぽくなったかな。割り箸は、先端がめっちゃ柔らかくなってる。繊維がほぐれてる。これは食えそうだぞ。白樺の仲間の木。すごいブニブニだ、これ。ブニブニ。うわ、可能性感じる。いけるぞ。この方法はいける。ただまだ硬いんで、もっともっと長く煮込んで良さそうですね。開けていきます。2時間ぐらい煮込んだんで、さすがにもうね、柔らかくなってると思うんですよ。よいしょ。いた。これ。くそ。エビが腐った匂いがする。これでまだザリガニ茹でてないぞ。じゃあまず割り箸いきます。うわ、くにゃくにゃ。ちぎれる。これなら食えますね。クヌギ。柔らかいけど木だな。曲がるけどね。クヌギは無理かな。白樺の仲間。柔らか。やっぱ細いからかな。いや、でもまだちょっと硬いか。でもこのちょっと硬いレベルだったら乳酸発酵でカバーできそうです。桜です、桜。柔らか。柔らかすぎてさ、表面のとこがもう溶けちゃってんだけど、まだちょっとスポンジ感があるな。これは乳酸発酵でカバーしましょう。その辺に落ちてたザ・木の棒みたいなやつ。柔らかい木の棒になった。これはダメだな。じゃあこの中で可能性ありそうなのは、この白樺の仲間の木と、竹の割り箸と、あと桜ですね。こいつらを発酵させていこうと思います。次はいよいよ最重要工程、発酵です。まずはね、こちら。塩。雑菌の繁殖を抑制するために非常に重要です。あと脱水効果でメンマの食感を再現します。メンマの原料のマチクは含有する乳酸菌とその餌となる糖分がちょうどいい塩梅なので、茹でて塩を入れて放置するだけで発酵します。けどこのゴミはそんなもの含んでいないので、乳酸菌と糖を外側から足してあげる必要があります。まず乳酸菌ですね。乳酸菌こちら。ラブレって書いてありますけど、乳酸菌には動物性乳酸菌と植物性乳酸菌があって、動物性乳酸菌は牛乳などに含まれる乳糖を使った発酵が得意です。一方、今回のような塩分の高い中での発酵は植物性乳酸菌が圧倒的に得意です。なので今回はね、適当な植物性乳酸菌タブレットを用意しました。これを砕いて入れます。次にね、糖です。砂糖でもいいかなと思ったんですけど、砂糖を入れても結局ね、あいつらは一回ブドウ糖まで分解するんで、だったらブドウ糖を直接入れてやろうということで、ラムネです。これね、9割以上ブドウ糖なので便利ですよね。コンビニで買えます。これらを砕いて混ぜます。ではいよいよこれらを混ぜてつけようと思ったんですけど、その前に一つ乳酸です。乳酸菌の乳酸。乳酸菌ってね、別にそこまでめちゃくちゃ強い菌じゃないんですよ。他の雑菌に勢力争いで負けると乳酸発酵じゃなくて腐敗が起こってしまうので、腐敗させないために乳酸菌に有利な環境を作ってから乳酸菌を入れてやろうということで、乳酸で酸性になると乳酸菌結構有利に動けるので、乳酸菌のアドバンテージを追加します。トロ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 とこれにしばらくつけます。つけ終わりました。軽くすすぎます。乳酸菌と糖のパウダーですね。塩を入れます。発酵液が完成しました。先ほど乳酸につけたメンマの素をイン。それでこれをこちらの高温機に入れて
だいたい25度ぐらいですかね。室温と同じぐらいの温度で1週間ぐらい発酵させます。じゃあ1週間が経ったので開けていこうと思います。オープン。見た目はそんなに変わってないか。不穏な泡が浮いてますが、これはね、発酵してますから多少なんかキモいのが出るのもしょうがない。なんか落とした。プシュって。希釈した雑巾の絞り汁で溶かしたラムネみたいな匂いがします。かなり塩分が濃いので雑菌繁殖する余地はないと思うんですけど、よいしょ。これですよ。入れた時よりちょっとでもふにゃってなってれば成功かもしれません。まずお箸どうでしょうか。柔らけえぞ。メンマの食感っぽくはないけど柔らかくなってる。じゃこいつ、柔らかいね。若干柔らかいね。ギリ食えそうなぐらいまで柔らかくなってる。一番期待してる桜どうだ。メンマっぽい。これをもうちょっと塩抜きしてから、この100均のネットに入れてね、風呂場で乾燥させます。ではこちらを風呂場にかけて、ここに換気扇がついてますんで、乾燥モードでいいメンマになれよ。乾燥が終わりました。こちらが今からメンマになっていくものたちです。大丈夫かこれ。食べてみないとわかりませんからね。水に戻します。よし。じゃあ水に戻ったんで味付けをしていこうと思います。ごま油を入れます。で、お醤油と料理酒、みりんですね。お砂糖入れます。メンマたちを行ってこい。よし、できた。よいしょ。めっちゃ皮むける。ではこちらにね、七味を振ります。完成しました。木の枝メンマです。じゃあいただきます。こちら熊しでから食べてみたいと思います。いただきます。マジでメンマの味するぞ。なんかメンマ特有の臭い香りをちょっと感じる。メンマ味の木だ。ごま油の香りももちろんあるんだけど、このごま油の奥にあるこのちょっと酸っぱい香りがするんですけども、それがメンマだ、もろに。すげえ。1ミリも噛み切れねえ。ガムだと思ってね、次行きましょう。じゃあ次こちら、割り箸。今掴んでる割り箸と同じやつです。いただきます。ほうき。皆さん、ティッシュを丸めて、口の奥の方に突っ込んでください。で、噛んでください。ってなるんですよ、これ。体が食べ物じゃないって認識しちゃいます。そういう感じです。めっちゃ期待してたのに。割り箸は食べられません。じゃあこちら、一番気になってた桜です。いただきます。こいつはなかなか、ちょっと大量に口に含むとあれですけど、少量ずつかじったらね、いける。段ボールに味付けして食ったことありますか？あんな感じです。メンマ味の段ボールです。いやーよかった。大成功です。メンマのいいところはね、保存が効くところですから、これ瓶に詰めてね、好きな時食べようと思います。はい。美味しかった。告知なんですけど、2冊目の本、生き物調査報告書を出します。カピカピのうなぎを水に入れると生き返る話とか、田んぼで真珠を取る話とか、今までの人生で体験した生き物面白エピソードを詰め込みました。専門家の先生のコラムもあって、大人も読んで面白いです。よければ概要欄の URL からチェックしてみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。ごちそうさまでした。